こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。このチャンネルではアダルト・チルドレンの改善方法や生きやすくなるための情報を発信していますので、興味のある方は他の動画も見ていってください。では今日はアダルト・チルドレンの低い自己評価改善方法ということでやっていきましょう。自己評価が低くなる原因も一つではないのですが、やはり乳幼児期にどのような環境にあったかということが大きく影響されます。では自己評価が低くなる環境とはどのようなものかちょっと考えてみましょう。いくつかありますが、少し例を出すと、心が未成熟で子供の気持ちを考えるゆとりがない親がいます。例えば病的に依存心が強すぎて自己中心的で、ああしてこうしてが強すぎる親は子供の気持ちが全くわかりません。全くわからないから、子供が怒ってもそれぐらいで怒らないの。子供が泣いてもそれぐらいで泣かないの。子供が運動会で一等を取っても一緒に喜んであげない。このように何があっても親に共感してもらえず、自分の気持ちを大事に扱ってもらえなかった子供、つまり親に気持ちを雑に扱われて育った子供、親に軽く扱われて育った子供は、自分という存在自体に自信が持てません。このような子は普通自己評価が低くなります。また低い自己評価も親から子へ受け継がれます。例えば親が自分自身をとても恥ずかしい存在と絶対的に信じ込んでいるとします。それが心の深い部分にこびりついていると、それをフィルターとして、それを通して周りを見るので、自分の子供も恥ずかしく感じてしまいます。子供が言葉を覚えるまでに時間がかかると恥ずかしく感じるし、子供が友達と遊べないと恥ずかしく感じるし、子供の成績がちょっと悪いと恥ずかしく感じるし、子供が怒って大声を出そうものなら、近所に聞こえるでしょうとなります。感情を出すことは子供の心の成長に必要なことですが、このような親は子供の感情を絶対に出させません。子供の気持ちより世間体が大事なのです。つまり子供を愛しているようでも、ベクトルが子供ではなく自分に向いているのです。子供にしてみたら、自分は大事にされていないということです。自分と世間体との比較で、世間体を選ばれるほど自分には価値がないということです。このようにして育った子供は自己評価が低くなっていきます。毒親レベルをもう1ランク上げましょう。心に何らかの問題を抱えている親は子供を責めます。イライラをぶつけます。なんでこんな成績しか取れないんだ。なんで言われた通りにしないの。
近所のあの子はこれができてるのになんでお前はこんなこともできないんだ。子供が部活の試合に負けたら練習が足りないからだ。受験に失敗したらだからもっと勉強しろと言っただろう。このように子供を責めないではいられない親がいます。責めないではいられないんです。責めることも責めないこともできた上で責めているのではありません。心に問題を抱えている親は子供を責めないではいられないのです。何のことはない。子供の能力がなかったのではなくて、親が病んでいたのです。心が病んでいる親に心の必要性を満たす道具にされれば、子供の自己評価が下がるのは当たり前です。毒親レベルをさらにもう一ランク上げましょう。虐待、暴言、ネグレクトなどの不適切な養育をする親もいます。当然、虐待、暴言、ネグレクトなどをする親は、子供の気持ちが全くわからない自己中心的な親です。最初に言ったように、子供の気持ちが全くわからない自己中心的な親に気持ちを軽く扱われて、気持ちを無視されて育つというのも自己評価を低くする要因の一つです。でもそれだけではなく、さらに虐待、暴言、ネグレクトなどが上乗せされているということです。これでは子供は極端に自己評価を低くしてもおかしくありません。このようにして自己評価が低くなるとどうなるか考えてみましょう。我々は日常の出来事をフィルターを通して自分のものにします。つまり病的に自己評価が低い人は、その低い自己評価を通して出来事を感じるので、自己評価が低ければ低いほど傷つきやすくなります。例えば自分のことをとても恥ずかしい存在、劣った存在、つまらない存在と思っている人がいるとします。でも自分のことをこのように意識することは誰でも嫌ですので、普通無意識でそれらを見えないところに隠して生活をしています。ところが誰かに、お前の仕事はひどいな、もっとちゃんとやってもらわないと困ると言われたとします。この瞬間に心の奥の奥に隠しておいたとても恥ずかしい存在、劣った存在、つまらない存在といったものがよみがえるのです。それらを一度経由して、お前の仕事はひどいな、もっとちゃんとやってもらわないと困るという言葉を受け取るのです。だからひどく傷つくのです。自己評価が低ければ低いほど、ちょっとしたことでも傷つきます。このように心の奥にネガティブな感情を隠していればいるほど、それが蘇ることが怖くなります。自己評価が低ければ低いほど、他人の評価を恐れるということにもつながります。でも他人の評価ほど馬鹿らしいものはないですよね。お金を稼ぎたい人は
あなたがお金稼ぎに役に立つと高評価をし、お金稼ぎに役に立たないと低評価をします。あなたを使って名誉が欲しい人は、あなたが1位になると高評価をし、負けると低評価をします。あなたを利用したい人は、あなたを利用できると高評価をし、あなたを利用できないとあなたを低評価します。他人の評価は他人の自己中心的な評価です。それなのに、病的に自己評価が低い人は他人の評価が気になりすぎるので、他人の評価に自分を合わせようとします。こうなると誰かに利用される人生になってしまいます。では少しポイントを振り返りましょう。自己評価が下がりすぎると、心の病などの原因にもなります。そこで我々には、そう簡単には下がりすぎないように、防衛規制というものがあるのです。つまり抑圧、回避、投影、合理化、反動形成、挙げりゃきりないんで、などなどを使って自分を守っています。だから自己評価が低い人ほど、見栄を張ったり、虚勢を張ったり、嘘をついたり、ネットで誹謗中傷をしたり、他人の悪口を言ったり、子供を使って心の必要性を満たそうとしたり、子供を使って自分を守ろうとします。そして大事なことは、自己防衛するということは、必死になって自分だけを守っているということです。周りの目を恐れている人は、子供の気持ちどころではないということです。このような親に育てられた子供は、自己評価が低くなります。こうして自己評価が低くなってしまった人は、心の奥では、その感じ方を認められずに猛反発しています。だから他人に自分を普通レベルの人と思ってもらわないといけないという意識が強くなります。ここで大事なことは、もともと普通レベルです。最初の自己評価が間違っています。根っこで自分はダメ人間というのがあって、それを通して自分全体を低く評価しすぎているのです。そのフィルターがなければ、つまり存在自体を愛されて育っていたら、今と同じ状況でも自分を今のようには評価していません。でもフィルターがあるから、絶対にレベルが低い人間だとしか思えないのです。そしてこのように低い自己評価のフィルターがあるから、他人の目が気になって気になって自分の人生を生きられなくなっています。つまり自己実現をする努力より、自分を普通に見せる努力になってしまっています。相手に偽の自分を見せて、本当の自分がバレる前にその場を逃げるという人生になっています。
このように体裁を取り繕う人生を続けることは、とても大変なことですが、そんな大変なことをしても、人生を振り返ると空白です。偽物を積み上げているだけなので、苦労だけして何も積み上がっていないのです。これでは虚しさしか残りません。だから自己評価を上げましょうと言えば簡単なのですが、そして確かに自己評価が上がれば、大体のことは解決に向かいます。でもそんな簡単に自己評価は上がりません。時間はかかります。考えてもみてください。人生の最初の方ですでに大元にどっぷりとした低い自己評価が植え込まれたのです。その後何十年もそれを通して出来事を見てきたのです。それを通して出来事を見るということは、その度にそれを強くするということです。アダルト・チルドレンは無自覚で生きていると悪化すると言いますが、これも根っこにあるものはそれを通して世界を感じるたびに大きくなるからです。だから自己評価も少しずつですが、どんどん下がってきたのです。だから一気に頂上である自己評価が高い状態にはいけません。今度は少しずつ時間をかけて戻していくしかありません。まずは自己需要です。自分を受け入れるということから始めましょう。そのためには自己否定をやめるということが大事です。自分を責めていれば責めているだけ心は悪化します。自己需要するとは、その場を取り繕うという人生から少しずつ本当の自分で生きる人生に変えていくということです。このことを日常レベルに合わせて言うと、例えばフリーターだとします。同窓会などに出ると、今何やってるのと状況を聞かれますよね。病的に自己評価が低い人は、この時に取り繕うと思います。嘘でも自分のメンツが保てることを言う人が多いです。これは自分が本当の自分を否定しているということです。だからどんどん自信を失う生き方です。この自分で価値があると思っている人は、ありのままの現状を言えます。そしてありのままを言えるから、この自分でいいんだということでもっと自信がついていくのです。今までは自分を隠すという生き方をして、この自分ではダメだという思い込みを強くしてきたのです。これからは少しずつこの逆をしていくということです。少しずつです。全部をありのまま人に言う必要などありません。でも今のように全部隠すという生き方を少し緩めていくという意味です。それでも人に本当のことなど言えない、そんなことできないという人もいると思います。だから自分はダメなんだと自分を責めるのではなくて、できないならできないでいいのです。
今できないのは理由があります。できなくなるような環境で育ってきたんです。できないならできないでいいと、その自分を受け入れるのも自己需要です。今自分はこれができないね。それでもいいんだよ。と自分に言ってあげるところからスタートです。では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。